はじめ社長から呼ばれました。多分我々が呼ばれたっていうのはそう隠しちゃいけないと思ってるんですよ。いやでもなんか方向性的には結構いいんじゃないですか。すごい離れてみると案外馴染む。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。ペットボトル残り5ミリ残すことに長けてる女さやです。本当にそれポジティブすぎるからやめて。ぴったり5ミリ普通に欠点だから。なぜか残せるということで今回ですね、はい今すごい移動中なんで珍しい画角ですよ。ゲンさんが分身して運転しております。これケンさんなんだ、というのは嘘で、はい、ウェブに運転してもらって、はいまあ今移動してるんですが、レンタカー今回なんかすごいことになってしまいまして、いやびっくり。まずね、この撮影が決まったのはね2日前なんですね。2日前で2日前に何が起きたかというと、はじめ社長から呼ばれました。ちょうどね何にもの写真撮影のねビジュアルの撮影そう中に中に事務所のねスタッフさんからねご連絡が来て、もう多分ダメだと思うんですけど、2日後二日ににはじめ社長のお家に来れますかみたいな、なんかすごい連絡が来て、ねめっちゃ宇宙猫なったみたいなそうなんです。ということで今回やっていく企画は、プロレスがはじめ社長の5億円の豪邸でめっちゃカメラをやってみた。うわ動画でずっと見ていた3億円のもう買った3億円からだって時ずっと見てるから、なんならだってずっとレオパレスの頃から見てるからさ夏目さんちはじめ社長、都庁じゃなくレオパレスの頃も見てるし、留学行ったのも見てるし、あそう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 全部の歴史を追っかけてきてて、でそれでようやく3年前、あれそうだね、はじめ社長の畑の皆さんそう畑の皆にとねお会いするみたいなそう絵を機会がいただきまして、絵も描かせていただいて、でそれでなんかなんやかんや時は経ち、時は経ちわあすごい5億円になってるもんみたいでな感じで、3億円がもう5億円にとかなんかあったことすらちょっと忘れてさ、あそう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 そしたらまさかのの5億円の豪邸行けるんだって、ね急遽そう2日だったけどねそれはもう行くしかねえってなって、はいレンタカーをお借りして静岡に向かってる最中でございます。おおでもね、静岡に上陸するのは実はでちゃんとは初めて御殿場のアウトレットになんか入ったからそうなんか静岡体験版みたいなやつはやったんだけど通るだけだったもんねあの時はね。そんなに滞在しなかった。そうそうだからなんかこんな静岡の中枢に入るのは初めてです。めっちゃカメラっていうゲーム、多分皆さんねゲームチャンネルで夏目さんちやったんで知ってる方もいはいると思うんですけど、これとこれとこれです、こういう人型のものを制限時間内に家の中とかいろんな場所に対してはいペイントをして隠すっていう、カメレオンのごとく隠れきったら勝ちですよみたいな、はいまあ、そんなゲームなんですけど、それを実写版でやるっていう企画らしいので5億円の豪邸があるらしいので、でなんかペイント係に任命されたという、ありがとうございます。ありがてえ限りでございます。そもそも夏目さんちのさ、企画の話してる時に吉田君とかと一緒に、これ実写版でやったら面白いよねみたいな、あねやりたいよねみたいなね、ヘラヘラみたいなやヘラヘラそしたらこんな大舞台でそのチャンスがはじめ社長の5億円の豪邸とは思わなかったんですね。この後ちょっとね、はいお家にお邪魔して隠れる場所を探してやっていければと思いますので、あなんかね現場にはかくれんぼのプロの方、はじめ社長おなじみのかくれんぼのプロの方、この間ハリポタで見たね我々ね。私もおのぼりさんプロの方だからさすごいこおのこぼりですけど、初めてなんかミーハープロの方でもあるかもしれない。確か普通に若干ファン心で5億円の豪邸楽しみが強い。いやそうそれなんだよね。それなんでちょっとやましいやましいやましいめっちゃカメレオンよりめっちゃ楽しみが強いね。この気持ちは下心は隠しつつ、頑張って隠す。それでははい頑張ります。はい、ということで、はじめ社長のお家にさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。こんなことに呼んでいただき、ねめちゃくちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそすみません、急遽。めっちゃカメレオン遊ばれてましたよね。やってました。そうですよねゲーム実況者の方々とちょっと遊んでみたいな感じでやってたんで。 2人だけでそうやる友達が2人だけでやっぱできないので、そうなんですけど、でその時に企画でなんか実写でできたら楽しいよねみたいなことをキャッキャ話してたんですよ。おおそしたらなんかまさかここでやるとは思わいなくてや、。そうなんですよ。僕もゲーム遊ばせていただいて、はいショートで軽く見ました見ました。はい見ましたはい。ありがとうございます。やったら結構面白くて、はいちょっとこれ盛大にやろうと思った時に、はい上手い人いてめっちゃカメレオンやってた人いたかなと思ってお二人っていう。ありがとうございます。嬉しいすみません、急遽声かけしていただきました。ありがとうございます。今からちょっと早速書かせていただいて、おお。頑張って質感を。あれです、もうガチガチに見つからないぐらいではいいいので。あ本当ですか。あもう
頑張ってそうなれるようにちょっと頑張って今から塗っていきたいと思います。騙せるようにめっちゃ騙せるようにちょっと楽しみだマジで。でもなんか一応なんかうちのが高得点扱いになってるらしいので。らしいですね。そうですよ。よろしくお願いします。ちょっと頑張って見つけますのではいじゃあちょっと今から頑張って全力尽くして全力ではいギリギリまで書かせていただきます。ありがとうございますよろしくお願いします。よろしくお願いしますお願いします頑張ります。あはいということではじめ社長のおお家家にお邪魔しております。ありがとうございます。ーお邪魔しますよろしくお願いします。はじめまして。はい。めちゃくちゃ動画では見てるんですけど。ありがとうございますはい。よろしくお願いしよろしくおます。願いしますちょっとプロの意見もねかくれんぼのプロ聞きながら。いやーでもこれめっちゃでかないですいやでかいですよね。難しい難しいな思ってよほんまに。塗られるんですか今回は。あはい僕も塗ります。なるほど塗って。はいどうしよう。めっちゃカメレオンだねもんねはい、じゃあうまくカメレオンできるようにちょっと見させていただければと思います。よろしくお願いします。願いしますしますじゃあ早速見ますか。はじめ社長背がとてもそうなんですよね高いからこのぐらいなんですよねそう私とね目線が30センチくらい差が以前お会いした時もなんかすごい背が高いなっていう感覚って感じだったからちなみにもうこのなんか今回は1階から4階、んっていうことですので、はい、広いちょっとじゃあサクサク見ていかないと、多分我々が呼ばれたっていうのはそう隠しちゃいけないと思ってるんですよ堂々と書いて隠せるよなっていう圧がちょっとなんとなく感じはプロ黙々とすごい隠れやすいでしょなんかの取っ手にできないかなと思って、例えばこの辺にこうしたらなんかのボタンで1個かなみたいな。確かにこれすごいですね僕は塗る技術がないので1色しか塗ることができず多分ねなのではい銀色とか灰色に塗ってこれで取ってるのかなすごいですねすごい日常に溶け込んでその視点そんな感じで考えてましたプロの視点はなんかやっぱりなんかパッと見こう柄でこうちゃってこれはどういう隠れ方でもいるねゲームにもこういう人いるもんねいるやっぱり堂々としてる方がねそう意外と堂々と質感をやるっていうのがめっちゃカメレオンバレにくいっていうのありますもんねでもねめっちゃカメレオンと決定的に違うのがめっちゃカメレオンってここに例えば貼り付いたら 3D スポイトみたいな確か機能があってあそうそう全く同じ色をねそうするとピカピカするんですよねだから反射が一定に動いてくれるけど今回反射してくれないからそう反射だから反射物はやめた方がいいんだよ今回普通になんか動画で見ていたはじめ社長のお家に生きているよという半分観光した気分ここじゃない見てさえビオレママになれるぞ同じことしちゃっためちゃめちゃいるんですよねもうすでにここにもいますよだってここのライトってこうなってたんだって今動画で見たってやつ柄は柄あ出た柄ここの柄にめっちゃ期待するこういくでしょでこういって踏んだらバレちゃうもんねでもあそうだからやっぱ端っことかはいいんだよねそううわこれやろこれありじゃないですかこれありだねこれ一箇所ここですねやば楽しいでこれを一回どけてこの柄というかこの感じを完全に描けばいいんですよじゃあ一番ちっちゃいのはこの形ではい一番ちっちゃいの決定この形でこれをねここの柄に擬態させますでここが土足ここから土足元気はい土足元気にもなってますね木目チャレンジもありですかいや木目チャレンジはね楽しいあーすごい映画館ここなんだねそうなんかごめんなさい普通にファン出ちゃったでもずっといいなって言ってこれもありなんですか一応じゃあ見ていいってことですかいいなーすごいでもここ黒だからね確かにってことはここは黒色無双がいるんだよね黒色無双が絶フ対誰かがル活用されている可能性がティッシュに隠れるなら一番香水のこれでしょでもそれ塗らないもんだってじゃあダメだそうですよ大中小って3個サイズあるんですけど、はい基本スタッフが隠してるのが大が1点一番簡単、はいで中が2点ではい小5点っていうふうに点数を分けてあやっぱりそうなんです競わせるんですけど、はい夏目さん家に隠していただくのはやっぱプロなんで、はい絵の技術もすごいということでおー大で10点中で20点小を誰かが見つけたら50点っていうすごい逆転できるみたいな感じでやばい後半からやばい投入されるんで、結構じゃあ逆転ポイントのためのねはい、結構難易度は上げた方がいいですね上げてくださいはいあここはお金の始めルーム懐かしいね懐かしいはおかしいんですけどこういう模様いや模様になるは香水コンセントコンセントは確かにすごっえこれうまっうまい自動でゴミ箱があだから音がしたのかあなんて素敵なお部屋なんでしょうありかもこれで質感はゲンちゃんここにもありますけ
これアートは怖い。こういうところにさ、当たり前のようにあ、そう当たり前のようにそうそうそう、うんいるっていうのがいいと思うんだよね。なんかそれの方がさ、見つかんなかった時悔しいじゃん絶対。うんああ、ゲーム配信の、ああすごい。床と同じ色に塗ってちょっと薄く影を置いて黒でこうやってたらすんごいわかんない気がする。古速すぎるでしそうそうょ。これはダメだ。これいいよ。これ堂々これ堂々ポイント同じ柄に描いて、同じ柄いくか。そこれ、うんいけるか。う同じ赤にしてめっちゃいいと思う。でこの隣にあるくまちゃんのこの光沢感をこの光入れるツヤっと感無理。頑張ってこおお。う後ろ白っていうかこの影色にしちゃってでこの木を木だけ描くでもパキラ描くのありかもね。ね。これちょっと隠しすぎとかありますか。いやいや全然これ大丈夫ですか。はい。パキラになる。パキラになろう。こうやって置けばさ、パキラの根を傷つけることはないけど、このアングルというわけで、はい夏目さん家の、デカサイズはここでパキラちゃんの根っこに擬態します。うんちょっとこれ場所がごめんなさい、若干隠しすぎな気もするんですけど、そうでもただ階段から来ると目線結構、目線で来る見えるんで、この目線でなんとか隠せたらっていう気持ちでちょっと根っこを描いていきたいと思います。あ緊張してきた。待ってじゃあ大体決まりました。はいこの子クマちゃん、ベアブリックとパキラパキラの根っこ、はいパキラの根っこ。と玄関マット、玄関マットはい、やっていきます。行くぜ。お待たせしました。行くよ。はい、ということで今から書いていくんですが、がまあちょっとどういう感じにするか今ね迷ってる最中でねございちょっとます。こっちのねさちっちゃい方描くんだけど、こっちに色が乗らないと困るからここに下塗りをしていきます。ああ偉い偉い。ちょっとそれメタリックじゃないですか。大丈夫ですか。これメタリックじゃん。すんごいメタリック。それ混ぜ混ぜ混ぜ。メタリックじゃん。じゃあ絵の具ちょうだいな。楽しいね。ねでもさあのブラシゲームより楽、手でできるから。ゲームの時ってあれマウスでやってるじゃない。あそうね。そうマウスでやってるの結構だるいなって思ってたの。うんうん。今回絵というかどちらかというと朝食の技術だからさ。そうなのよ困るドキドキだぜ。普段やらないぜ。これはちょっとベアブリックに擬態したいんだけど、ちっちゃいベアブリックに艶があるからどうしようかな。やっぱ最後にはさ艶出しがいいよねきっと。ちょっと最後にオリゴ糖をかけるんだよ。ちょっとドライヤー使うるせえ。ね間違えてさ塗っちゃったメタリックがメタリックしてるよ。う。嘘全然残ってる。俺を消すな。俺はここにいるって主張が激しいよ。せんさん裏側にさ、うん。ちっちゃく顔描いてさ、パギラにするの。パギラ？偽の。あパギラ。よしあんたどこ面見てんじゃない。確かにギだわ。今回一番ギって感じ。擬態のギ。めっちゃバレそう。赤の色味に関してはもうちょっと薄いんだね。オレンジ入れてもいいかも。ベアブリックのところ今行ってねやってみたんだけど、分かんなかった。模様を描く時間に専念した方がいいと思うので、もうすでにもう模様いきます。ここからベアブリックの嬉しいところは角度関係ないところです。ベアブリックのむしろちゃんと模様を再現して塗れば。私もねさっきねちょっとね言ってたんだけど、どの角度からでもいいように、色をめっちゃいっぱい使っとくという作いやで戦なの。もそうだね、それはそうかもしれない。どうかな。ちょっと合わせてこようかな。怯えてる。マジで覚えてる。だってなんかさよりこうゲームを面白くする係として呼ばれてるからさ。プレッシャーがね。そうプレッシャーが。俺ってなんかほらプレッシャーに弱いじゃん。てか何にも弱いじゃん。強いことがないじゃん。いいところがないじゃん。でも全然これ映ってなくない？書いてるし別に書いてるし映すケンちゃん集中しちゃダメよ。集中しちゃダメよ。おしゃべりしてどんどん。でももう十分じゃないか。集中したがってる。はじめ社長映ったしもう画面は十分じゃないか。ケンちゃん夏目さんちをやめないで。わかるな。もう少し明るい茶色だな。黄色も使った方がいいかも。いきます。直しましょう。いやでもなんか方向性的には結構いいんじゃないですか。いいかも。いいかも。方向性はいいかも。ぶっちゃけそいつは見つかっても。そうこいつだって一番点数低いから。むしろこいつが一番見つからなかったら熱いけどね。その激アツさ。そう激アツ展開。これ微妙な色だな。やっぱね万物ってやっぱ一色じゃないんですね。地球に生まれてよかったね。どうした？いやなんか今ほら自然物を塗ってるからさ。確かに見て今こんな感じだったの。わあ確かに。でもなんか頑張ればいけそうだねそれ。あそう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 ちょっともっとさ、うんこの後根っこ詰めていけばいけそうだね。そう根っこ詰めていけば、もう白い模様はね意外とこれでいいんですよ。そこに黒系はないか。黒が入ってるの？そうああ
点線みたいなのが入ってんだ。水彩画で一向に鍛えられない線画力、私が試してあげようか。なぜこう絵の具系しか持ってこなかったんだろう。確かにねめっちゃ集中しちゃう、怯えすぎて。ちっちゃいの書く場所があ、そういうね。書く場所がねちっちゃすぎて、もうさだってはじめ社長のお家にお邪魔してるのにさ、ここまで来ちゃうとうちの部屋で撮ってる感じになってきたんだよね、気持ち的に。どうかな。あの玄関マットが細いワイヤーがこうギュッてなってるやつだから、黒いところもやっぱり人が踏むところはちょっと塗装が剥げて白くなるので、その感じを出したいと思います。ででーなんか呪いの人形みたいなね見て、何？はいはいはい。これを寄せていきます。もっと細くいきたいね。これさ細いやっぱりさポスカあるといいよね。どうでしょうか。置いてきてみようか。行ってみましょう。ね、あそこだよね。どう？もう少し明るくてもいいかもね。オッケー。楽しい。やばい。模様っていうんですかね。これ出す時ってどうしたんですか。これを出す。このまずベースここが塗ってあるので、こっちの色を作っちゃって、はいちょっとずつパサパサこうくっつけていくとかだとまだらな感じが出てきたりしますね。白っぽいグレーにちょっとだけ黄色を本当に一瞬だけ黄色オード色かな。あちょっとだけオード色、本当に微妙にグレーにオード色を混ぜてちょっとずつちょんちょんちょん。もうちょっと明るめのちょっと白っぽいグレーが1個とかをちょん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 みたいなやっていくと、ちょっとこのなんかガサガサ感は出ると思うんですけど、やりすぎると逆にいくかもって感じありますよ。ありがとうございます。上のやつ結構いけてたと思う。結構いけてた嬉しいこれは割と良かった気がすこれはこんな感じ。る。もっといきたいね。もうちょっとね明るいかなと思ってあ。ともっと細くいかないと目立つかもね。これが一番だって高得点なんでしょ。確かにめちゃめちゃ大事だよね。私は一旦ねベアブリックのツヤ感みたいなやつが最後に乗らねえもんかと、ツヤ出しスプレーをしたらなんかどうにかならんかと今思ってるところなんだけど、暇してるわ急に。ねえ暇してるね。うん、かといってさやのやつを今から僕がさ、うん加湿していくのもなんか違うなって感じもあるんで、台無し魔人になる可能性もあるじゃん。台無しマジ新しいキャラ出てきたんだけどやばい楽しすぎる。永遠に向いてるやっていたい。のかもこれ。さやもしかしてめっちゃカメレオン向いてるんじゃない？もしかして私めっちゃカメレオンだったんじゃない？こんな自信満々で一番最初に見つかったら面白いけど本当にあったってしかも高得点ドチャーンみたいな。すごいな、さや2つもうやりきってんのすごい。そうやっちゃったわゲンさん。気になるんだったらゲンさんも全然加湿してもらっていや平気。全然気になんないよ。気になんないけど、なんか進めるの怖いはあるよね。というわけで最終調整に参りました。ちょっと白くなりすぎか。そうだね、結構そのぐらいかも。こんぐらいじゃない？あ、いいかもね。そのぐらいでいくか。うん。いっそ、首だけ黒く塗っちゃう？てか逆か、ここが黒いから暗く見えるのかな。なんかパッと見のダメージ感はいいよね。頑張りました。頭は隠しちゃうみたいな。あこっち向きの方が上を明るくしたらごまかしやすい。ー、うん、確かに。あるね。こっちでやるか。うん。そしたらあとこちょっとこ上をちょっとさ色を調整していって、一応こういう感じになる。すごい離れてみると案外馴染むっていう。うん、いやすごいよ。これさ、ツヤ出す？案外ツヤ出さない方が後ろに馴染んでるんだけど、どっちがいいと思う？これ。ということで終わりました。終わった参考。はい、制限時間だいたい1時間半ちょいぐらいうん、そうだね。でやりましたが、はいまずは1つ目、最初の方にも話してたここに一番ちっちゃいやつ、ここにあります。ででー意外とね、一番の高得点が一番分かりやすいかもしれないっていう、なかなかやっぱりこのちっこいやつを隠しすぎてもなと思ってここにしたんですけど、結構見えるね。結構見えるねって感じなんで、やっぱね影はむずいそうね。スタッフさんがやってるこれの方が見つかりにくいかもしれない。うん、確かに。ね、うんうん。っていう感じはするんですけど、はいまあでも1個目これ、まあ、でもなんならちょっとボーマスポイントになるんじゃないかという感じですね。はい。はい、ということで2箇所目でございます。はい。 2箇所目はここ。こちら。しれっと1個増えてる。このパブリックベアが1個増えてるっていう、はいパッと見では柄には擬態できたんだけど、個数が増えてるのが怪しすぎるっていうこれが2番目に高いポイントなんでちょっと不安です、だから我々ちょっとねポイント高い方で攻めすぎてる、逆に確かに。で一番ポイントが低いやつ、これがねちょっとさやのちょっとすごい頑張っちゃった。傑作が1個あってちょっと見ていただきたい。頑張りましたはい3個目いきます。はい、ということで最後3つ目、はい点数的には一番見つかったら、点数は低いやつなんですけど、だけどなんとなく個人的に体感としては、質勝ってるレベルで言うと一番質勝ってるのはこれです。じゃん。
でで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 パギラー。ちょっとさ、さえそこ影になってみ。時間帯的に日差しが当たらなくなったらめちゃくちゃ強い気がするんだけど、これ実際描いてる時にはなかった日差しが今出てきちゃってて。あ、そうなんだよね。そう、今この辺からだからちょっとカメラでさ持ってみてほしいんだけどさ、すごい馴染んでるんだよ。多分ね、カメラ上だとかなり熱いんじゃない？どうかなこれ。あ、でも探してたらさ、意識が研ぎ澄まされてるから完全に行がさ、行が行は怠ってないわけでさ、絶対大地さんもはじめさんも、ちょっと分かんないけど、でも一番なんか夏目さんちが来た意義がありそうなのはここになったね。やっぱキャンバスがね、でかいからね。そうそう、ちっちゃいやつはね、描きにくい、なんならもしかしたらキャンバスデカめのやつの方が全体的に隠しやすかった説が出てきた、というわけでこんな感じで、3つ隠していきますので、これはお二人が30分経ってからボーナスポイントとして投稿されますので、ちょっとその時間にセットしていきたいと思います。よし、行こう。始まるぞ。パギラです。パギラ俺だお前だったのか。宣伝すんだよということで今隠してきたんですけど、どうなんだろうね。どうなんだろうね。でもなんか一番さ不安だった日差し問題はどの箇所も日が暮れてきたんで意外といけるのかなっていう感じですけど、そう影になってくれててね。そうやっぱね、こう遠目で見るといいんだけどね。いやそう難しいね。じっくり見られたら全部空荒い。あ、そうそうそう。やっぱり1時間半で3つ描いてるんで、2人がかりとはいえ、そうね、近くでテクスチャはね、見る角度がなんかゲームの容量削減みたいな感じのグラフィックの作り方してるんで、引きで見てよけりゃいいよねみたいな感じでね、テクスチャーつけてる感じだから。ちょっと探してる映像のねフルの様子ははじめ社長のチャンネルでぜひ見てもらえたら、私たちもなんか知らないから今そう超楽しみなんで。探してる最中はもちろんヒントになっちゃうんで、我々はついていかないので楽しみですね。ね。はい、じゃあどんな結果になるのか待ちたいと思います。やばい、さ、洋服にね絵の具こぼしちゃって、本当にめっめっちゃ紫ついちゃって。これヒントだよ、ヒント。ヒントじゃないよ、だって紫使ってないもん。なんで紫シャツってるの？使わない紫が一番飛び散ったのほら。怖い。まさかね。うわあ、びっくりした。やば、これなんか書いてある。俺だ。なんとそちら10倍です。これマジで言ってんの？おめでとうございます。マジ？この画力、そう夏目さんちです。やばいよね。やばい、俺来てる20点。はい、やばい。クオリティ高っ。だってもう元からこんなんでしょって思ったもんこれ。やだな、まとめるの。ポケット入れといていいですか？はい。これはちょっとね、絵の具つったりするとやだな。傘とかでもこのレベルない。待って、これやばくない？そしてこちらなんと、夏目さんたちが描いたやつです。マジで？50ポイント？はい。やばい、やったー。おい誰もいない。50ポイント。アリス内緒にしとく。いや、アリス。よしよしよし。はい、ということで本日ははじめ社長の5億円の豪邸にめっちゃカメラで隠れさせていただいたんですけども、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったですね。今回ね実は全部見つけていただいて、ショーは僕見つけてなくて、はい大地君見つけたんですけど、シューがエグくて3兄弟だったのかなみたいな感じ。あ、嬉しい。すごい気に入って。ありがとうございます。見つけたら全部バケツに入れて運んでたんですけど、色がこうなんか映っちゃダメだと思っててポケットに保管しながら。ありがとうございます。してくださってる。大丈夫です。めっちゃ嬉しいです。台も木の幹みたいに。そうパキラのはい。すごいっすマジで。
嬉しい。何が正解なんだろうっていうのがあってあね、そう隠していいのか、いやでも隠すのはでも高山さんがやるからみたいな、そうそうなんかよくわからない深読みがいっぱいあって心理戦が勝手に繰り広げた結果、質感で勝負しに行って、まあ見つかってもいいよねみたいな、てかむしろ見つけてくれみたいなあれで書いたんで、いやもう無事に見つけられました。はいありがとうございます。ありがとうございますまさか3億円の頃から見てたあーやばい、だいぶ初期の。 3億円どころかレオパレスから見てるんで、うわ昔からそうなんですよ本当にありがとうございます。本当にもうなのでちょっとこれは感慨深いとてもいやいやありがとうございます。ここでめっちゃカメレオンができるとは、ねはい大変まさかめっちゃカメラめっちゃカメラなんで。はいぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ちょっと第2弾とかありましたら、本当ですかひょっとしたら、はいまあぜひいやもう何でもいつでも書けます呼んでください。何でもやります静岡まで飛ばしてくるんで、ありがとうございます。ゲームの方でもよかったりしてあ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということではい本日ははじめ社長の5億円の豪邸にお邪魔しました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ